静岡県にある熱海駅です。近年人気観光地に復活した熱海を歩いてみましょう。あとチャンネル登録をお願いします。大変なんです。場所については概要欄にマップリンクを貼っていますので参照してください。まず駅の反対側から來宮神社を撮影してきた帰りです。平日の午後1ですがこの混雑です。土日祝日だったらもっとすごいことでしょう。見た感じ日本人の方が多くて欧米の外国人観光客が都心に比べて少ない印象。そして若者が多い。バブル崩壊後に熱海は一度ガラガラになりました。街をなんとか復活させようとする取り組みが成功し今につながります。駅に戻ってきました。なんか小さいな。商店街再突入してから砂浜を目指します。並んでるよ。この辺りは古いですね。結局側だけ新しくしても大体の範囲は40年50年前のものです。いいパチンコ屋だな。歴史がある。寂れていた頃の雰囲気がまさにこれだった。昭和の雰囲気も今となっては逆にいいものだけれども、そして再生してリニューアルしたメイン商店街につながると、
移動しますよ。シャッター通りだが、過去の最盛期にはこれらが全て回転していて栄えていたとするとすごかったことでしょう。右手の店は新規の店が並びますね。全国各地の寂れた観光地も熱海みたいに復活できたらいいのですがね。熱海は新幹線は止まるし、交通の便が良すぎるから比較にはならないかな。首都圏からすぐに来れてしまう。ここもおしゃれに整備したのだろうか。観光客を呼び込む魅力を街全体で作り出すのがまず第一歩かな。いい天気だから絵写りもいいね。ただの船の停泊地だったものをおしゃれにリニューアル。ここの海の景色が今の熱海観光のメインだと思ってます。花火大会も年に数回あるしね。熱海は山に囲まれている地形のため花火の音響がとても良いそうです。真鶴半島が見えますね。
今度行ってみましょうか。熱海のホテルやマンションはほとんどが最盛期のバブル前のもので、老朽化が進んでいます。結局表面だけ新しくおしゃれにしてもところどころが古いまま。今では相当中国資本が入って新しくホテルやマンションを建設しています。観光客も中国人なら経営も中国人、この地域もやがて乗っ取られてしまうのでしょうか。あと10歳はかかってるわ。熱海は関東大震災の際に相当な津波被害を被ったといいます。今関東大震災2が起きたらとてつもない被害になりそう。川沿いを登って繁華街の銀座通りに向かいます。特殊な浴場や特殊な個室、キャバクラ、パチンコ店などが多い昔からの歓楽街です。戦後はこういうところもみんな赤線仕様の戦闘店だったのだろうか。左の建物は古そうだな。
見た感じ、新規の飲食店が入って代替わりをしている感じ。全部がシャッター通りではない。さすがに飲食以外の商店は潰れていますね。雑貨、本屋、衣服などのね。この辺りも昔はにぎわっていたのだろうね。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録といいねをお願いします。ここは駅までも戻るのが遠いんだよな。